これ、お尻だ。セイレーンのお尻だ。まさかの、後ろから出てきました。見えるけどね、まだ見えないんです。奥にいて見えない。ちょっと、やめるここでやめる。ここで引き返せばまだウサギですよ、皆さん。通勤通学中の皆様、おはようございます。福田の世界時事ニュースの時間です。さあ、本日はですね、映画ちいかわ、人魚の島の秘密からの話題になります。現在ね、日本でも絶賛公開中となっております。大ヒット上映中となっております、この映画ちいかわ、人魚の島の秘密ですが、あれからね、台湾でもその興行収入を着々と伸ばしておりまして、さらに、マレーシア、シンガポールでも公開がスタートいたしました。ファンはね、大歓喜しているということなので、本日はそのあたりの反応なども含めまして、現在のこの興行収入どうなっているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は、海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなってますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さん、映画ちいかわ人魚の島の秘密、ご覧になりましたか？福田もね、つい先日、数量限定入場者特典第3弾に釣られまして、3回目行ってきました。この特典ね、実はまだ開けておりませんで。まあ正直ね、3分の1を外すとダメージがでかい。なのでまだね、開封せずに、自分の中ではね、もう中身がウサギだったということにしておりますが、先日ね、このちいかわについてお伝えしたのが、だいたい10日前ぐらいでしたよね。あれからですね、日本でもこの興行収入ぐいぐい伸ばしておりまして、すごいですね。勢いが止まりません。この後ね、入場者特典控えているのであれば、このままね、興行収入が落ち着くということはないだろうと。前回の動画でお話ししていると思いますが、ほんとその通りになりましたね。あっという間にね、日本では100億円を超え、その記録を伸ばし続けていると。で、今月の20日からですね、以前もお伝えしておりました、シンガポールとマレーシアで公開がスタートしました。で、マレーシアに関しましてはね、現地のかなり大手のメディアもね、これを報じているということですので、ちょっとそのあたり含めまして見ていきましょうね。で、まずね、恒例となっておりますので、こちらね、回していきましょうか。まず最初にね、これくる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 やってね、面白いんですが、こちらですよ。はい。これ、第3弾のご機嫌セイレン。これね、プルバックカーということで、どうでしょう皆さん、これゲットしましたか？いやー、これもね、前回の動画で少し触れましたが、おそらく初週に行かないともうもらえないんじゃないかと、そんな話をしておりましたが、早かったですね。もう初週どころか、この8月22日の土曜日でほぼ終了と、そんな映画館も続出していたということで、当然ね、1弾、2弾、3弾と、回を追うごとに生産数というのは減るはずなので、当たり前ですよね。ただその一方で、来場者の勢いが衰えていないということなのかもしれません。現在ね、この特典の人気に合わせまして、メルカリなんかではね、詐欺も横行しているということで、皆さん気をつけてくださいね。この写真を売りつけるというね、そんなすっとこどっこいがいるということですから、ほんとね、ろくなもんじゃありませんよ。もしこの特典欲しいという方いらっしゃいましたら、チケット買う前にね、特典残ってるかどうか確認した方がいいかもしれません。これちなみに第4弾あるんですか？もう福田ね、4回目はさすがに、いやーどうかな。もしね、第4弾があるなら、そう内容次第かな。もうここから先はね、もしあるならね、初日しかもらえないくらいに思っておいた方がいいかもしれませんね。そしてこちらオリコンニュースさんですが、現在のね、日本での興行収入、ちいかわ邦画歴代42位にランクイン。興行収入110.5億円突破。ペース落ちず。ということで、邦画の歴代で42位ということで、2もチェーンソーマンを超えて、ハイキュー、風立ちぬに迫るということで、こちらね、その上のハイキューが116.4億円ということですので、なんかこれは超えるんじゃないかなっていう気はしますよね。ちょうど日本では公開から1ヶ月が経ったところでしょう。ここでね、そこまでペースが落ちてないということですので、まだまだ伸びそうですよね。このあたりどこまで行くのか、注目といった感じ。そして、海外ではね、いち早く公開となりました台湾ですよ。あれからね、最新の情報というのが出てきておりまして、こちらですね。映画ちいかわ人魚の島の秘密は、7月31日より台湾全土で公開。台湾での累計興行収入は、1億2000万台湾ドルを突破。公開1週目の入場者特典には、日本と同じフィギュア付きストラップ。で、ちょっとね、1週目の次が第5週になってるので、2、3、4の状況がね、ちょっとよくわからないんですが、第5週目は、日本と同じ特典のフルバック化が登場すると。つまり今回の日本の第3弾の特典ですね。こういった状況になっているようです。これ台湾の場合は毎週特典を変えているということなんですかね。ということで現在ですね、このちいかわの台湾での興行収入は、1億2000万台湾ドル。これを突破したということです。じゃあこれがね、どのくらいなのかという話になりますが、こちらね、非常にわかりやすい。台湾歴代興行収入上位の映画一覧。こういったウィキがあるんですね。ちょっと見ていきましょうか。で、ここね、歴代興行収入ランキングというのがありますが、さすがにね、ちょっとここには入りません。そもそも現在公開中ですし、アベンジャーズとかね、アナ雪とか、そういったラインナップが続いているというような状況。そしてこちらですね、日本映画の興行収入上位映画ということで、ちょっとね、これ見ていきましょうよ。これすごいですよ。1位と2位がね、鬼滅です。
で、やっぱりね、この無限上編がぶっちぎりなんですよ。8.57 億。これ台湾ドルね。で、その下の無限列車編が 6.3 億。でね、大ヒットしましたスラムダンクがその下で 4.5 億と。で、現在ね、ちいかわがどうなっているのかと言いますと、ここからね、ずっと下に行きまして、ここです。20位。1.2 億ですね。ここにランクインしているということになっていますが、まだね、このちいかわに関しては上映中ということで、ここからまだまだ伸びるでしょう。ということで、その上のね、コナンだとかハウル、そしてその上スパイファミリーですか。このあたりはね、普通に抜きそうな勢いですよね。じゃあ、2026年ではどうなのかっていう話になるんですが、ちょっとね、2026年公開の映画で、綺麗にまとまってる記事というのがなかったので、僕とはね、いろんな記事引っ張り出してきて、比較したんですが、まずね、今1位、ぶっちぎりなのが、こちらですよ。やっぱりね、スパイダーマンブランニューデイ。もうこれが圧倒的ですね。だいたいね、今5億ぐらい。で、その下がオデュッセイヤ。そしてスーパーマリオギャラクシームービー。4位がホッパーズ。これヒットしたんですね。私がビーバーになるとき。で、その下がトイストーリー5。で、そこからね、ずっと下に行きまして、現在ね、おそらく10位に入っているのが、このちいかわなんじゃないかなと思います。で、9位がね、プロジェクトヘイルメアリーなんですよ。これが 1.7 億。だからここに続けるかどうか、こういった形になるんじゃないかなと思います。ですので、現状ね、台湾では、ミニオンズ、マイケル、ここにはね、もうすでにこの時点で勝ってしまっている状態で、なかなかね、いい成績を収めているというわけですね。ということで、お次はこちら、マレーシアですね。これね、マレーメールという、現地ではね、老舗の英字新聞です。これがね、今回のちいかわを大きく取り上げておりまして、ちいかわの映画は、一見可愛らしい見た目に包まれたディストピア物語。で、この記事ではね、マレーシアのレーティングについて触れられておりまして、やっぱりね、台湾に引き続き、マレーシアでも制限ついたようですね。この映画がマレーシアで P12 指定を受けているのには理由がある。これつまり12歳未満の子供は保護者の同伴が必要と。重いテーマや恐ろしい場面があり、幼い子供や心の準備ができていない大人なら悪夢を見てしまうかもしれない。それでも劇場出た私は犯罪の本質やその結果について、そして他に選択肢がないと思い込んだ末に言語道断な行為に及ぶことは道徳的に許されるのだろうかと考え始めた。ということでね、このマレーシアでは、この映画、そこまで厳しいものじゃないですけどね、一応全年齢からは外れまして、P12 の制限がつきましたと。そしてね、こちらにもありますが、ディストピアと、このように評されているというわけですね。で、マレーシアに関してなんですが、こちらになります。得点がね、日本や台湾とは違うようで、冒険は2週目も続く。ちいかわと一緒に島へ出かける準備をしよう。チケット1枚購入につき、島キャンプ限定、ペーパーハットを1個無料プレゼント。ということでね、それがこちらになるんですが、これちょっとプクタが知らないだけだったらすいません。日本でもあるんですか？これね、紙の帽子ということでしょうか。これがね、2週目の特典として配られていると。なので少なくともね、日本とは違いますので、日本シールだったでしょ。このマレーシアに関しては別の特典で進行しているということのようですね。で、この下にね、ありますが、それで言っても何ももらえないんじゃ、もう行く気なくすわ。ということで、この方ね、もしかしたら1周目の特典をもらえなかったのかもしれませんね。もしかしたら海外でもね、この特典をめぐって激戦が繰り広げられているのかもしれません。じゃあ実際ね、マレーシアの方の反応を見ていきたいと思いますが、鎧さんのコスプレをして映画ちいかわの感情映会に行ってきました。映画はすごく良かったし、マレーシアでも公開してくれて本当に嬉しいです。ということで、これですよ。このね、夫が鎧さんのコスプレをして上映会行ってきましたよということで、皆さん、ちいかわね、こういったファンがマレーシアにいるんですよ。すごいですね。日本でも見ないクラスなんじゃないかなと思いますが、こちらシンガポールの方ですね。シンガポールでちいかわ映画のファン上映会を見てきた。ラッコのフィギュアをゲットしたよと。で、この後皆さんから見て明日ですね、28日からインドネシアとベトナムで公開を予定しているんですが、現在先行上映がすでに行われておりまして、こちらの方がね、現状報告してくれています。私たちはお互いを傷つけることなく生きていけるのだろうか。復讐が正当化されることはあるのだろうか。正義を追求することと憎しみの連鎖を断ち切ること、どちらがより重要なのだろうか。映画ちいかわインドネシアでの上映初日はほぼ満席でした。強くおすすめします。ということで、現在ね、先行上映されているということですが、ここなんか見たことある映画いますね。このね、リュテリーの横にちいかわが並んでいるというね、こういった状況になっています。ちなみにね、この同じ方なんですが、これね、ちいかわを見た後と、ちいかわがね、インドネシアの人々にも傷を与えていると。こういう状況になっているようですね。こちら、シンガポールの方です。うわ、この映画はいろんな感情を抱かせてくれる。笑ったり笑顔になったりしたかと思えば、自分の倫理観や死についてまで考えさせられた。映画館を出た時には、文字通り、内面が別人になったような気分だった。この方、インドネシアの方ですね。映画ちいかわを見てきた。文字通り、見終わった後、唖然としてしまった。驚くほど深い作品だった。
ということで現在ね、このちいかわ、アジア圏でのね、公開にはなりますが、台湾ではかなり堅調な興行収入。そしてこれからインドネシア、ベトナムでの公開がスタートいたしまして、もう初日でこのちいかわにやられたファンたちの声が続々と上げられていると、こういった状況になっています。はい、ということで本日はですね、現在日本で大ヒット上映中となっております映画ちいかわ、人魚の島の秘密。日本では興行収入100億円を軽く突破いたしまして、海外でも続々と公開がスタートしているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。いや、今回のね、映画ちいかわとしては初の劇場版ということで、これはね、本当に快挙だと思いますよ。ドラえもんとかね、クレシンコナンというのは、これまで積み重ねてきたものがありますから、初の映画化でこれっていうのはね、ほんとすごいなと思いますよ。今回のね、ちいかわに関しましては、一つの現象、お祭りみたいなものなので、まだ見てないよという方いらっしゃいましたら、ぜひね、一度触れてみてもいいかもしれません。ちなみにね、前回ご紹介いたしました、台湾の声優いたでしょ。また新たな動画上がってましたね。で、モモンガのね、声優さんなんかもインタビュー受けておりまして、ちょっと概要欄貼っておきますんでね、お時間ありましたらご覧になってみてはいかがでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。開けちゃいますか。これね、開けちゃいますか。正直ね、プクタにとっては、これ開けるメリットが何もないんですよね。開けるまではウサギですから、ほんとね、何のメリットもない。ただ、このまま開けないわけにはいかないでしょう。やっぱりね、YouTube やってますから、仕方ないですよね。開けずに終わるというわけにはいかないでしょう。ということでね、こちら、本日、おまけで開封していきたいと思います。いやー、今回のね、この特典というのは、8割ちいかわ、うさぎの3種類ということで、3分の1なわけですよ。ということは、うさぎが引けなかった場合のダメージは、計り知れません。ということでね、正直本当にね、結構憂鬱なんですが、これもらってからね、開けるまでの期間が長ければ長いほどダメージ大きいと思うんで、今日ね、結構なダメージを受ける可能性があります。ね、大丈夫ですか？皆さんはね、これ何してましたか？前回からもそうなんですが、これね、ちょっといろいろアングル等をね、考慮しなくてはならず、もうほんとね、ヒレの先っちょの先っちょしか使えないんで、めちゃくちゃ開けにくい。これ皆さん開けるときはね、もう簡単に開きますんで、心配しないでくださいね。フクタの場合はね、もう本当にヒレ先でこれ開けようとしてるんで、なかなか開けるの大変なんですが、もうね、バッチリ封されておりますので、おそらくね、中の構造は前回と同じなんじゃないかなと思います。これがね、結構硬くてなかなか開かない。難しいんですよね。今ね、シール少しずつ剥がしておりますが、これでね、はい、今ね、封はほぼ全て開きました。どうする？やめる？ここでやめる？ここで引き返せばまだウサギですよ、皆さん。見るの？やだなそんなこと言っててもしょうがないから、開けるか、見るか。ちょっとね、緊張の瞬間がやってまいりました。大丈夫ですか？ウサギなんですか？じゃあね、見ていきましょうか。例によって厚紙を取り出していきますが、これ、お尻だ。セイレーンのお尻だ。まさかの、後ろから出てきました。見えない。まだね、カメラが邪魔してプクタからも見えていません。怖い。正面見えます。見えるけどね、まだ見えないんです。奥にいて見えない。ちょっと。